ちょっとね、最近気になったことがありまして、僕のね、持ってるカメラ、僕ね、普段からカメラのことをよく発信していて、で、普段もね、カメラ好きでいろんなところで写真とか動画とか撮ったりしてるんですけども、僕ね、いろんなカメラ持ってるんですよ。今撮ってるのが α7S3 で、ここにあるね、α1 とか α7-4 とか、α7-3 もあるんですけども、これらって、一体、どれが一番画質いいのと気になりません？いや、気になりますよね。いや、写真の画質に関しては、画素数、例えば5000万画素とか2400万画素とかあったら、精細さっていう意味で、画質っていうのは5000万画素の方がいいのかなとかあったりするし、あとは細かいところで言うとローパスフィルターとかね、そういうのがあったりするらしいんですけども、今回気になるのは動画。動画って全部 4K じゃないですか。なんで本来画素数っていうのが1200万画素でも5000万画素でも8000万画素だったとしても 4K1200 万画素分ぐらいのね画素しか使われてないはずなんですよね。なんですけどもソニーのカメラって特に今回の α7-4このカメラって、7K オーバーサンプリングだったかな。要はこのね、3300万画素っていうのを1200万画素にギュッと凝縮したから 4K 同じ 4K の動画なんだけどももっと精細ですというのが特徴だったりするんですよね。って言われたらやっぱり気になるじゃないですか。どんだけ画質が良くなってんのかというところちょっと気になりまして、今回はそれ検証していきたいと思います。多分僕以外にも気になってる人多いと思うんで、ぜひね最後まで見ててください。それでは今日の動画いってみましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。今回検証するカメラが今使っている α7S3 とここにある α7-4、あと僕のね、メインのカメラとして最近使っている α1 というねフラッグシップのカメラと、前までというか、今も現役で使ってはいるんですけども α7-3 というカメラ、4つのカメラの動画についてご紹介していきます。で ISO とかホワイトバランスっていう条件は揃えてやって、レンズも、このねタムロン 2875mmF2.8 のズームレンズで試します。なんでズームレンズかっていうと、特に α7-4 と α1 に関しては、α7-3 もできるんですけども、スーパー 35mm クロップっていうのができるんですね。要は 1.5 倍にギュッと凝縮することができると。で、α7-4 の場合は、1.5 倍にギュッと凝縮したら、普通の 4K 画質なんですけども、α1 の場合っていうのはもともと5000万画素なんで、1.5 倍に凝縮してから 4K 撮った方が綺麗らしいんですね。なのでちょっとそこも含めて一個一個検証してみたいと思います。気になりますよね。僕だけ気になるの、とりあえずやってみましょう。はい、ということで検証を始めてみたいと思います。まずは α7S3 からで、ここね、50mm ぐらいで切り取っています。F 値は 4。S3 非常に綺麗に見えますがどうなんでしょう。はい、ということで α7-3 に変更しました。なんかさっきとちょっと違いますね。なんか違うような気がする。でも画質がっていう面と分かんないなまだ。はい、次が α1 で撮影してます。50分の 1F4、ISO400。はい、チェンジしました。α1 のスーパー 35mm モード50分の 1F4 ISO400 です。はい、これが α7-4 の、F4 ISO400 です。でシャッタースピードだけちょっと100分の1にして明るさを調整しました。多分ちょっと外が明るくなってきた気がする。これが、スーパー 35mm クロップ状態、要は、7K オーバーサンプリングしない状態の、F4 ISO400 の α7-4 の画質になっています。いかがでしょうか。はい、ということで、やってみました。ちょっと比較してみますか。まずは α7-4 と α7-4 のスーパー 35mm 比較してみますか。スーパー 35mm とどんぐらい違うのかだけ比較してみましょう。なるほど。でも確かに精細ではある。精細ではあるな。いや確かに違う。でもこれ被写界深度ぐらいの問題かな。もう少し平面的なものをやればよかったな。ケイスケの動画。はい、全部撮り直しました。F8 とかじゃないとちょっとねピントの部分がわからないと思って、もう一回全部撮り直しました。はい、こちら α1 の、スーパー 35mm モードじゃない、ノーマルのモードで撮影しています。60分の 1F8ISO800 で撮影しています。いかがでしょうか。50分の1でも撮影しておきます。いかがでしょうか。これで撮影しています。今のところ画面で見てわかりません。はい、スーパー 35mm クロップして撮影しています。α1 です。50分の 1F8ISO800 で撮影しています。
スーパー 35mm モードの方が画質はいいはずなんですけども、違いは今のところパッと見わかりません。いかがでしょうか。これは α7 III で撮影しています。α7 III の40分の 1F8 ISO800 で撮影しています。なんで40分の1にしたかというと、露出を揃えるためですね。もう1個下げて30分の1でもいいかもしれない。これぐらいでちょうど露出同じぐらいかなと思います。いかがでしょうか。ISO は800で F8 固定です。どうでしょうか。はい、こちら α7 450分の 1、F8 ISO800 で撮影しています。今回これはスーパー 35mm は使ってません。ケルビンは5100。この状態だとオーバーサンプリング 7K が効いてるはずなので、おそらく画質がいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。この状態じゃわからん。はい。ということで、これが、スーパー 35mm モードの α7 4、50分の 1F8 ISO800 で撮影しています。ケルビン数は5100。で、いかがでしょうか。ちょっと被写界深度上げたんで、これでいけるはず。信じましょう。はい、これラストです。こちらが、α7S3 で撮影しているやつです。30分の 1F8 ISO800 で撮影しています。5100ケルビン、共通。はい、こんな感じ。いかがでしょうか。はい。普通に綺麗だけどね。はい。で、早速比較していきます。まずね、α1 から調べてみるか。パッと見は正直全部わからん。一番マックスまで拡大してどうかですよね。ほい。400倍マックスまで拡大したら確かにわかる。スーパー 35mm モードの方が α1 の場合は明らかに画質がいい。はい。じゃあ α7 4も一応スーパー35とどのぐらい劣化するか。α7 4の場合はスーパー 35mm 使わない方がオーバーサンプリング入ってるんで画質が綺麗なはずですよね。よいしょ。ほい。いきます。ドン。うわ、でも結構微妙さだな。確かに比較してみると α7 4の要は普通のモードの方が画質は確かにいいですね。じゃあ純粋に α1 と7-4と S3 で要はどれが普通に撮った時に画質がいいかっていうのを知りたいですよね。それもちょっと見てみましょう。ちょっと縮尺ミスったのごめんなさい。いきます。お、あれあんまり変わんねえな。いや、あんまり変わんない気がするな。言われてみてめちゃくちゃ拡大したら確かに α7S3 が気持ち劣ってんのかもしれないけど、こんなだってね、400倍で拡大して分かるかってパッと見分かるかって言われるとちょっと分かんないかなって思うぐらいです。確かにもやがかってるような気持ちはするかな。皆さんどうでしょうか。はい。でちなみに α7-3 も足してみます。ここにじゃあ α7-3 を α7-4 とか α1 とかと比較してどのぐらい画質がいいのかってところを見てみましょうか。はい。これに関してはうわでも分かりづらいな。分かりづらいけど多分新しいやっぱラインナップ α7-4 とか α1 とかの方が気持ち画質がいい気がしますね。なんかこうボケ感のところのボケの部分のこうもや感みたいなのがちょっと入ってる。でこれは多分そのオーバーサンプリングとかそういう話じゃなくて、シンプルにシンプルにビットレートみたいなが結構関わってきてる気がします。はい。予想よりわからん。ちょっとね、もうちょい拡大してみようか。800とかまで拡大してるか。もっともっと拡大したらわかるのかも。ちょっと800まで拡大してみて、α7-4 と、α7S3 で比較してみます。でもこれはわかるわ。ここまで拡大すれば α7-4 の方が画質がいいっていうのがわかる。なるほど。じゃあ α1 と α7S3 ってどのぐらい画質が違うんだろう。わ、これは同じぐらいだ。そうなんだ。はいはいはい、なるほどです。じゃあ α7-4 のスーパー 35mm とS3 だったらどうなんだろう。
同じぐらいだ。なるほど、理解した。ケイスケの動画。よし。はい。どうですか？皆さんどんな感想を持ったでしょうか？はい。ということで、今回はね、結構いろいろ調べてみました。α7-3、α7-4、α7-S3 と α1。この4つで、動画で比較してみました。動画の 24B の一番マックスですね。で、結論どうだったかっていうと、一番画質がいいところで言うと、α7-4、もしくは、α1 のスーパー 35mm。が一番画質がいいかなっていう感じです。この2つに関しては比較してみたけど、もう本当に差はないっていう感じでした。で、その下の段階で、α1 と α7-S3、あと α7-4 のスーパー 35mm、この3つが横並びっていう感じでしたね。で、最後、α7-3 と。で、最後、α7-3 という感じでした。で、結果は一応出たんですけども、正直ビビたる差です。これとか8倍ぐらいまで拡大して、で MacBook の画面で見て、でやっと分かるぐらい、もしかしたらパッと見でちょっと精細だなっていうのは、人間の目なんで感じるかもしれないんですけども、むちゃくちゃ感じるっていうほどの差ではないのかなっていうふうに個人的には思いました。今回は検証してみたって形なので、たまにコメントで α1 のそのままの 4K 動画で使えないですよねみたいなコメント来たりするんですけども、僕は全然それでも使えると思いますね。今回の結果っていうのをぜひ見ていただいて、参考にしていただいて、で今後こういうカメラ買おうとかそういう風に思ってる方はぜひそれの予備情報として役立ててくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。いかがでしたでしょうか？今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。